はい、講演依頼 .com 新聞記者です。本日は弁護士、中小企業診断士の東堂武久さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。東堂さんね、講演活動もすごくやっていらっしゃってご活躍だと思いますので、まずですね、東堂さんの方から簡単に自己紹介をご主人からお願いできますか。はい、ありがとうございます。弁護士と、そして中小企業診断士というですね、仕事をやらせていただいております、東堂武久と申します。ありがとうございます。はい、弁護士の資格を取られて、中小企業診断士という資格を取られて、他にもいろいろご資格を持っていらっしゃって、講演活動もされていらっしゃったと思うんですけども、まずその弁護士資格を取ろうと思ったきっかけっていうところもお伺いしてよろしいですか。はい、ありがとうございます。一番初めにですね、弁護士資格を取ろうと思ったのは、大学に入った時に民法のですね、授業を聞いて、なんとも技巧的というか、民法何条、なんとか適用とかですね、いろんな言葉があってですね、まず純粋にその理論としてとても面白いなと思ったことがまず1点と、あともう1点がですね、私が中学生の時にですね、その家庭に法律的な問題が降りかかってきてですね、その時に助けてくれたのが弁護士の先生がですね、助けてくれて事なきを得たということがありまして、でその時にやはり、この日本という国で生きていく中でも、やっぱり法律を知っている人と知らない人では、人生が変わってしまう危険性があるんだなということで、法律をしっかりと知っておくということがとても大切なんだなということがですね、物心ついた時に思っていたというのが、もう一つの理由でございます。中学生の時にそういう出来事があったってことですね。具体的なところも少しだけお伺いしてもいいですか。そうですね。親族が借金をですね、抱えていて、で、それが相続とかの理由でですね、負債がですね、私の家族のところにまでやってきてしまったと。で、何も知らないとそれをそのままですね、債務を負わなければいけないのかどうなのかっていうところで、弁護士の先生が入ってくれて、これはこれこういう手続きをすることによって、それは大丈夫ですよってことをですね、処理してもらえたので、なんとか事なきを得たと。で、もしそれを手続きがちゃんとできないとですね、間違ったやり方をしてしまうと、その多額の債務を負わなければいけなくなってしまう可能性があったと。それをですね、うまく助けていただけたので、ありがたかったなと。ともに、やはり法律をしっかりと知っておくということがすごい大切なんだろうなというふうに思いましたね。で実際自分が弁護士になった後もですね、かなりの方が法律を知らなかったがために、もう取り返しのつかない状態になってしまってからご相談にいらっしゃるということをかなり経験しまして、自分の場合なんとか事なきを得た形だったんですが、実際に現実、世の中の多くの方がですね、法律を知らなかったがために手遅れになってしまったということを何回も経験しましたので、なるべく早いタイミングでご相談をお伺いするというトラブルが起きる前に予防するっていうことをなるべくしたいと思ってですね、こういった情報発信活動をさせていただく理由にもなったというところがそこにはありますね。で、最初、その弁護士の資格を取って、それを取られたのが何歳ぐらいの時に取られたんですか。18歳から勉強して、確か約8年9年かかってようやく合格したという、もうギリギリでようやく受かったというですね、そんな低たらくだったので、かなり時間はかかった方、18歳からもう勉強してましたけども、苦戦しちゃったという形ですね。で、そこから弁護士資格をね、もう最高の難関資格を取られた後に、その後に中小企業診断士っていうのも取られたと思うんですけど、はい。それを取られるきっかけ、その弁護士を取ったってあいうちょっときっかけもお伺いしてよろしいですか。ありがとうございます。もう長い時間かけて最後ギリギリようやく受かった弁護士資格をもらって活動してみたらですね、やはり先ほど申し上げたように、相談にいらっしゃった時点で手遅れになっちゃってるという方がかなりいらっしゃったので、そうすると、どうしてもある意味弁護士の構造上の問題というか、弁護士さんって何かことが起きて炎上したりして大変なことになった時に行く相談する人みたいなイメージがやっぱ多い関係でですね、弁護士という立ち位置でずっと居続けてしまうと、どうしてもその後追い的なトラブルが起きてしまってから、なんとかできますかねとか、裁判しましょうかねとかっていう後追いなお話が多くなってしまうと。で、逆にどうすればそういったことよりももっと前にトラブルをそもそもなくすというか、避けるというか、予防する。ということができるのかなってことを考えたのが、この中小企業診断士という資格を取ることだったんですね。で、それも、なぜそこに至ったかというのも理由がありましてですね、弁護士さんはどちらかというとトラブルが起きて裁判とかになって相談するっていうことが多いと。でもじゃあそうじゃない人って誰なんだろうと。例えば企業様とかがいい状態の時から相談される人は誰なんだろうって考えた時に、やはり税理士の先生と、あと社労士の先生、あとまた経営コンサルタントの先生、そういった先生方は企業様がいい状態の時から相談してもらえるってことがあるんだなと、そこに気づきましてですね、だったら私もちょっとそちら側に回りたいと
思ったんですね。それで企業様がいい状態の時からトラブルに巻き込まれる前からですね、お話ができて相談に乗れて、何かあった時につまずきそうな時にそれを一緒に回避できる、そんな立場になりたいと思ってですね、弁護士になった後、なかなかそのトラブルを防止できなかったというですね、挫折から、なるべくトラブルを予防していくという方向で、中小企業診断士というですね、立ち位置もありがたいなと思ってですね、変化していたというところがきっかけになりますね。結構いわば、裁判をしない弁護士を目指しているというよりは、裁判がそもそも起きないようになるにはどうしたらいいんだろうなということが今やっているという形で、だんだんですね、そうやってくると、今度比率がだいぶ変わってきてですね、でどちらかといえばですね、その中小企業診断士として活動する方が今多いという、基本的には2つ、経営的なご相談に乗るという相談業務、あとはこういった情報発信というですね、社内研修を代わりにやらせていただくとかですね、セミナーとかを講演会させていただくというような形の方がですね、今、比率が完全に逆転しているという、そんな状況でございます。ありがとうございます。講演活動も、そういう未然防止の一つの動きとしてやっていただいているというところで、講演を通して気をつけていること、大事にしていることっていうところをお伺いしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。そもそものこのきっかけが、トラブルごとに巻き込まれてしまってというふうになってしまう方を少なくしたいということから始まっておりますので、なるべく、こういった情報を事前に知っておくと得ですよとかですね、こういった情報を知らないと大変な目になってしまうので気をつけてくださいねということで、参加してくださった方に有益な情報を提供するというのが一番心がけていることですね。あと、もう一点付け加えさせていただけるならば、少し面白いと思えるような、難しい話を難しくお届けすると、お辛い、受け取りづらいという面もあると思いますので、少し私の場合だと、若干紙芝居っぽくですね、コミカルに、物語形式でですね、お伝えして、少しでも難しい専門的な情報でも、なるべくわかりやすく、一つの物語を通して、事例を通して、受け取っていただいて、なるべく吸収率が高くなるようなことをですね、今、させていただいているという形でございます。ついつい笑ってしまうようなね、紙芝居の講演って、すごく内容も入ってきやすいなって私自身もそういうふうに思ったんですけども、実際それを紙芝居形式でやろうと思ったきっかけもお伺いしておいてよろしいですか？これは私の本当に大失敗なんですけれども、まだ若かりし頃ですね、初めてさせていただいた講演会で、一点の悪気もなかったんですけども、我々、法学部の学生は、勉強の仕方として、まず初めに条文を語らなければいけないと。条文を離れた空中戦は言ってはいけないっていう鉄の掟みたいなのがあってですね、個人の意見とかではなくて、まずは条文を語るんだっていう鉄則があったので、それがもう体に染みついていたので、講演会でもですね、まず条文はとかって専門用語をずっと語ってしまったんですよね。なんと受講者様の半分以上の方が寝てらっしゃったんですよね。私はもう悪気はなくですね、少しでも貴重な、判例とか学説とかですね、お役立ちできることを全力でお話ししたつもりだったんですが、やはり受け取られる方からすると、専門的な専門用語を使われても、やっぱり受け取りづらかったんだなということで、そこで反省しましてですね、徐々に、定番ではありますが、ストーリーテリング、その物語を語ることが大事なんだと、我々は、日本人、世界中の人も、小さい頃から絵本を読んだり、物語に親しんで大きくなってきているところならば、やはり物語が始まると、皆さん集中してもらえると、本当に、ただ、条文を語るよりですね、ここに、ある A 君という人がいました。っていうふうに始めた方がですね、物語が始まった方が人って急に食いついてくださる。集中力を上げてくださるっていうことがあるので、本当の紙芝居には全くかなわないんですけども、紙芝居っぽくお話しするってことをですね、やらせていただいたら、そういった経緯でございました。はい、ありがとうございます。本当に分かりやすいなと思いまして、私もこういうスタイルのね、講演すごく面白いなというふうに思って見させていただいたんですけども、実際に対象となる受講者の方々っていうのは、基本的には経営者向けとか、企業の社員様向けとか、いろんなところあると思うんですけど、どういうところでやられるところが多いですか？現在一番多いのはですね、やはり企業経営者様の方が一番多い状況でございます。というのも、最近一番多いご依頼のニーズが人手不足を起点とする人材の採用とか定着とか育成のですね、テーマが一番多いものですから、やはり経営者の方とか幹部の方々のですね、ご依頼が今一番多い状況ではございますね。ありがとうございます。社員様向けに講演するときっていうのはどういう話題のお話をされることが多いですか？チームワークアップとかですね、コミュニケーションを増やすとかですね、あとはたまに法律的なパワハラとかですね、今流行りの、パワハラの法律が新しくなったということでですね、皆さ
さんにも知っていただきたいということで、法律的なテーマをすることもありますね。実際のお打ち合わせをしっかりとやらせていただくことによって、どんなニーズがあるかというのが一番大事だと思っておりますので、一番お伝えできるものをですね、練った上でご提供するということをさせていただいておりますね。ありがとうございます。東堂さんの講演会をご検討、ご企画、検討されていらっしゃる方向けに、同志の一言いただければありがたく思います。難しいことをですね、分かりやすくお話しするということと、少しでもですね、お得有益な情報をですね、楽しい雰囲気でお伝えするということを心がけております。はい、ありがとうございます。貴重なお話をですね、分かりやすく伝えていただける東堂さんの講演をね、検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。